皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍の第1波攻勢、ウクライナの首都キーウ攻略失敗に続き、第2波の攻勢、ドンバスの戦いにおいても、ロシア軍は失敗に終わろうとしているその兆候が見え始めたことを解説していこうと思います。ロシア軍の第1波攻勢、ウクライナの首都キーウを攻略し、ゼレンスキー政権を打倒し、ウクライナに傀儡政権を樹立し、ウクライナ全土をロシアの勢力圏下に収めようというこの計画というものは完全に失敗に終わりました。その失敗というものを覆い隠すために、ロシアでは作戦は第2段階に入ったとして首都攻略部隊を撤収し、ウクライナの東部戦線ドンバスの戦いに戦力を集中するとしています。実際これによってロシア軍の戦力集中が行われ、ウクライナ軍はかなり厳しい戦いに陥っているわけですが、しかしその戦いにおいてもウクライナ軍は現在善戦しており、大きな敗北は喫していない状態です。そしてこのような月日の経過というものがまさにウクライナにとって勝利を呼び込むこととなります。それでは戦況の解説とともに、なぜそのようなことが言えるのか、関連情報を追っていきましょう。現在ロシア軍はウクライナ東部そして南部においてその占領地域を拡大しているところです。そして現在最も激しい戦いが起こっているのはウクライナ東部です。ドンバス地方を何とかして全部占領してしまおうというロシア軍の狙いに対してウクライナは必死の防戦を行っています。現在ドンバス地方に侵攻しているロシア軍は3方向からこの地域に対する圧迫を強めています。まず第一に北から南へと向かっているこの軍勢はウクライナの首都キーウを攻略に失敗した部隊を順次追加する形で戦力を増強しつつ攻勢を行っています。そしてもともと傀儡国家2つがあった東部から西へと向かう圧力、さらには南のマリウポリ攻略を担っていた部隊が現在では北上してドンバスの戦いに圧力を加えているところです。ドンバスの戦いにおいて現在最も激しい戦いが起こっているのがイジュームを中心とした南下するロシア軍をいかにして食い止めるかの戦いです。この地図においては北西にウクライナ第2の都市ハルキウがありますが、ハルキウはロシア軍による本格的な侵攻が始まってすでに2ヶ月経っていますが、未だに持ちこたえている状態で、現在ではその周辺の集落などウクライナ軍が反撃して取り返していたりもします。ただしこれはロシア軍の狙いがハルキウからドンバス地方へ移ったことにより、その周辺の部隊が少し減っていることが影響していると見られます。そしてロシア軍は何としてもドンバスの戦いに勝とうとして最前線に司令部を置きました。それがこの地図における緑で印がつけられたイジュームです。現在ロシア軍はドンバスの戦いを制することでこの地域を完全占領しようとして、実際占領地域も徐々に拡大しつつあります。しかしそれはものすごい犠牲を伴ったものとなっています。ウクライナの国防省は日々情報公開をしています。それはウクライナ軍がどのような敵を倒したかといったことを世界に向けてアピールしています。ただしこの数値というものは当初攻め込まれているウクライナ軍であるから、当然のようにある程度被害を小さく発表し、一方でロシア軍に対する打撃についてはきっとものすごく水増ししているんだろうと言われていました。しかし現在では開戦から2ヶ月が経過したことによって、この戦果報告といったものの信頼度はかなり高いのではないかというのがアメリカやイギリスの見方です。もちろん丸々全てを信じることはできませんし、またそれらの戦果報告を改めて検証することも困難なわけですが、しかしおおむね7割から8割程度は情報として使えるのではないかと米英では見ています。そこでわかるのはロシア軍の被害が甚大だという事実です。例えばここで出てきているのは侵攻開始から62日目4月26日における累積の戦果報告プラスアルファその日における戦果の増加数です。この日は戦車34、装甲車50を撃破したと報告されています。戦車や装甲車には当然のように兵士が乗り込んでいたりもしますし、また停車していて中に人がいなかったとしても攻撃に付随してその周辺の兵士が亡くなるといったこともあるわけですから、車両を撃破したということはその周辺で必ず兵士が亡くなっていることを意味します。翌日の撃破数は戦車が21、装甲車が34、輸送トラック23、次の日は戦車31、装甲車47、その次もまた戦車16、装甲車29、侵攻開始から66日目、
戦車撃破数22、装甲車27を撃破し、ウクライナ国防省は撃破した戦車数が1000を超えたと発表しました。侵攻開始から67日5月へと突入。この日もまた戦車撃破数18、装甲車26。その翌日もまた戦車撃破数は22、装甲車は48といった具合に、毎日のように戦車、装甲車などが2桁台で撃破することができているとウクライナは公表しています。このように毎日のように戦車も装甲車も2桁台で撃破されている状況で、現在ロシア軍が激しく攻め立てているのがこのドンバスの戦いですから、この地域においてロシア軍が多大な犠牲を払いつつも徐々に進軍していることがわかりますし、同時にこれだけの被害を出しつつも全体として見ればウクライナ東部はまだまだウクライナ軍が善戦しているということを見れば、ロシア側の被害の方がとんでもなく多くなっていることが想像できます。このように被害はたくさん出ているんだけど、占領地域の拡大は非常にゆっくりとしたものに過ぎないということから、ロシア側としてはもっともっと前線を鼓舞しなければならないとして、イジュームにロシア本国から参謀総長を派遣するといったことがありました。これに対してウクライナは非常に上級の誰かが来るといったことを察知し、イジュームに対する集中的な攻撃を行いました。ウクライナ国防省が発表したこの映像といったものはその時のものだとされていますが、この攻撃によってロシア軍側の司令部はかなりのダメージを負い、兵士だけではなく上級将官なども含めて200人程度が戦死したと言われています。この時イジュームを訪れた参謀総長はロシア本国においても非常に重要な人物です。例えば核兵器を使おうといった話になった時に、プーチン大統領、国防大臣、そして参謀総長、この3人の承認を得て核兵器は使用されることとなります。そのくらい重要なポストにいる人です。当初はこのイジュームにおける方面軍司令部を攻撃したことによって参謀総長が戦死したのではないかといったことも報道が流れましたが、イジュームの軍司令部を破壊することには成功したんだけれども、参謀総長はすでに移動した後だったということが報道されて、彼はロシア本国へ帰還したそうです。逃がした獲物は大きいといったことはあったわけですが、少なくともどこを攻撃すればよいかといった面においては、ウクライナはよくドローンを活用していて、ピンポイントに攻撃すべき場所を確実に攻撃することに成功しています。連日のようにインターネット上には砲撃がうまくいったよといった映像などが公開されており、ドローンをいかにうまく活用することが今後の戦争にとって重要かといったものを日本の自衛隊などにも影響を与えることでしょう。ドローンによる観測によってこれまでよりもさらに砲撃がうまくいっている例というものが報告される一方において、ドローン自体からの攻撃といったものも動画が公開されています。大型のドローンであればミサイルを持っていってそこから撃ち込むといったこともできるのですが、それよりももっと小さいドローンであれば小型爆弾を落とすといったことも一つの選択肢となっています。今回の話はウクライナ東部におけるドンバスの戦いのため砲撃をすることによって戦車や装甲車を倒したといった場面が多いわけですが、つい先日大型ドローンによるミサイル攻撃でロシア軍の小型艦を撃沈するといった動画なども公開されています。これは黒海においては非常に高い防空能力を持っていた黒海艦隊旗艦モスクワが撃沈されたことにより、黒海の上空でウクライナの大型ドローンがかなり自由に動けることを意味しています。そしてドンバスの戦いにおいてはロシア軍による三方からの攻撃を受けてもウクライナ軍は善戦している状況ですが、これはまだ欧米からの兵器供与などが前線に届いていない状態での話であり、今後は提供された武器などが前線に行き渡るような時期へと入ってきます。特に数の多いのがアメリカによるもので、榴弾砲の輸送などについてももはや始まりましたよ、届きましたよ、訓練が終わった兵士なども続々とウクライナ領内に入ってきていますよという話などが報道されるようになってきました。そして数では劣るものの NATO 加盟国各国からの剣式榴弾砲の提供といったものは続々と行われています。そして兵器の提供に関して腰が引けているドイツすらも榴弾砲についてはある程度提供することを発表しています。またイギリスなども当初は自走式榴弾砲を提供しようという話などをしていました。
ただし、この話については残念ながら途中で剣式榴弾砲へとグレードダウンしていることが報道されています。これでアメリカを見習ってみんな剣式の榴弾砲を送ることに横並びになってしまうのかなと思ったところに、オランダが最新式の自走榴弾砲パンツァーハウビッツェを提供すると発表したことから、より高いレベルでの私の国も提供しますよというのが出てきました。フランスも剣式榴弾砲を提供しますと発表し、その後スウェーデンも我が国の剣式榴弾砲を送るということを申し出たのです。さらに剣式榴弾砲だけではなく、多連装ロケットシステムなどの提供なども始まろうとしています。ウクライナ国防省はこの件に関してすでに現場に到着しているものも出てきていて、攻撃に参加していることを発表しています。そしてこうした攻撃兵器の周りには、兵士がいかに安全に移動できるかといったことも足を確保しなければなりません。なぜならばロシア軍も攻撃されたのであればそれに対する反撃といったものも当然するのであり、生身のまま戦場を移動し回るというのは非常に危険なことです。ですからアメリカをはじめ各国は装甲車提供なども進めています。ロシア軍の現在の第一目標はドンバスの戦いに勝利し、ウクライナ東部を自分たちの占領下に置くことです。しかしその目的というものを果たせることができず、かなりの犠牲を払いつつ徐々にじわじわと占領地域を広げているという状況で、これは彼らにとっては非常に歯がゆい状況でしょう。このような状況を作り出しているのはウクライナ軍の前線ですが、これを支えているのは当然のように、そもそも論としてウクライナ兵は自国が攻められていて、自分の国を守るための動機が非常に強く、士気が高いといったことがあります。そして気持ちだけでロシア軍の戦車や装甲車を止めることはできないわけですが、その部分についていっても欧米各国から対戦車ミサイルの大量供与、さらには戦車の供与といったものも進んでいます。欧米各国からの兵器供与、榴弾砲であったり自走式榴弾砲といったものは訓練を伴うものであり、実際のところ戦場に投入されて大活躍するといったのにはまだまだ時間がかかるでしょう。しかし兵器供与がされてすぐにでも戦える兵器といったものを隣国のポーランドが提供しています。それは隣国ポーランドからの戦車の大量供与です。欧米系の戦車ではなく、ウクライナ軍も使っている T72 という戦車を200両もポーランドは提供しているのです。これらは新たな訓練などを伴わずにいつも使っている戦車ですから、ウクライナ軍としても非常に扱いやすく、すぐにでも戦場に投入できるものです。このような時間差のかからない兵器供与といったものもあって、ウクライナ軍はドンバスの戦いにおいて善戦していることが挙げられます。一方ロシア軍は多大な犠牲を払いつつ、徐々にしか占領地域を広げることができない状況に陥っています。現在のところ戦死者のその勢いといったものは、このまま1年間戦闘が続けば7万人程度が戦死する可能性も考えられます。あくまでもこれは今のペースでロシア軍が犠牲者を出し続けたらといった話なのですが、この数値の上下、10%、20% 程度変動幅があったとしても、ものすごい数兵士が亡くなることに変わりはありません。このことに関してプーチン大統領としては、兵士が亡くなったんであればより動員を強化することによって埋め合わせればいいし、戦車が撃破されたんだったらどんどんと在庫から持ってくればいいと考えているかもしれません。しかしそれはあくまでも政治家的な考え方で、軍はそのような考え方に基づいて戦いを続けることはおそらくは不可能になっていくでしょう。なぜならば兵士といったものは訓練期間が必要であり、兵器を取り扱うにも当然のようにベテラン兵の方がよりうまく使いこなせるものです。現在のように毎日戦闘車両が100両近く吹っ飛んでいるような状況が続くんであれば、当然のようにベテラン兵の数はどんどんと減っていくこととなります。つまり数では何とか政治的に充足させることができたとしても、ロシア軍の弱体化はどんどんと進んでいくこととなるわけです。ですからドンバスの戦いにおいてどんどんとロシア軍が戦力を集中しているにもかかわらず、それでもなおウクライナ軍が善戦できている理由というのは、ロシア軍のその質がどんどんと低下していることも同時に意味していると私は思っています。そしてこのようなロシア軍にとってはうまくいっていないなという時間がどんどんと長引くことは基本的な状況としてはウクライナに味方します。例えば今回イジュームにおける軍司令部を砲撃して、それらによって上級将校などが亡くなったといった話などについて言えば、当然のようにロシア軍側の方に混乱が生じることとなります。
このような話というのは一見それほど大したことに思えない話かもしれませんが、先ほども述べたようにベテランであればベテランであるほどその養成期間は長くなるものです。上級将校が一気になくなってしまったよといった話になって、それらに相当する人材といったものをじゃあどこから持ってくるかといった話になった時に、当然のように慣れていない人があてがわれる可能性が高いわけですから、司令部能力としても下がることは当然の流れとなるでしょう。ですから現在のような戦況が続くのであれば、5月9日における対ドイツ戦勝記念日においてドンバスの戦いはロシア軍による干渉などといったことはほとんど不可能だと思います。そこで現在のところ欧米で大きなニュースになっているのが、この5月9日にプーチン大統領は特別軍事作戦という呼び方を一切やめて、ここからは戦争だといった形でこの戦いの様子を変えに来るのではないかといったことが言われています。特別軍事作戦という呼び方から戦争へと切り替えることによるメリットというものは、何といっても総動員令をかけてこれまで失われてきた兵士をさらに徴兵することによって補うということが可能になります。これはよくある話なので皆さんも聞いたことがあると思いますが、それだけではありません。例えば戦争になったからこそ民間会社に軍需物資を生産し、軍に物資を提供することを優先させるといったことが可能になります。例えばこれまでは食料品を作っていたメーカーがその出荷先としてスーパーなどに商品を納めていたというのが日常の行為だったわけですが、これからは戦争になったんだからスーパーに食品を卸すのではなくて、軍に優先的に食料を納めなさいということが政府命令としてでき、そしてその命令に背くのであれば経営者が逮捕されるなどといったことがこれからはロシアで起こる可能性があるわけです。軍事作戦の時はそのようなことができなかったわけですが、これから戦争だということになればそのようなことが法律という根拠を持って民間会社に対して命令ができるようになる。ここがまた一つ大きなポイントとなります。これまで補給線を維持するのが大変だなといったことの中には、戦闘糧食がうまく確保できないといったことなどもありましたから、民間企業をありとあらゆる面で動員することができるというのは政治上だけではなく軍事上においてもメリットがあるのです。もちろんこれに伴ってロシア経済は無茶苦茶になるわけですが、プーチン大統領個人にしてみれば別に国民が苦しむことに一切気を払う必要がないと考えているのであれば、そのようなことも可能となるでしょう。最終手段として弾圧すればよいという考え方が独裁者にあるとすれば、そのような無茶な話というのも無茶ではなくなるのです。少なくともロシアという土壌を考えれば、スターリンという独裁者がいたことによってそのような国民を犠牲にしても一切気にしないといったことが自国の歴史として残っているのです。そして特別軍事作戦から戦争へと移行することによって生じるメリットというのは他にもあります。それは現在ウクライナはロシア本国に対する越境攻撃なども少しずつし始めています。これはドンバスの戦いにおけるその後方基地というものがロシア本国側にあって、これらを叩かない限りは補給線を寸断することが非常に難しいといったことがあります。このことに関してはおそらく欧米側としても越境攻撃についてある程度黙認し始めたなという、おそらくは政治外交上の取引があった上での攻撃といったものに移行しているのでしょう。ですから以前だとあくまでも偽旗作戦かもなといった形でロシア軍の自作自演が疑われた事例といったものもあるのですが、現在では越境攻撃に対する黙認というものがあった上で、ロシア本国における石油貯蔵施設であったり軍事施設、もしくは政府関係の施設に対する攻撃などが行われ始めたというのが一つの見方としてあります。さてそのことが戦争という表現へと切り替えることに一体何の意味があるかといえば、それはロシアが攻撃されているんだから軍事同盟の発動をもってカザフスタンであったりベラルーシに参戦を迫るといったことの一つの動機づけとなるわけです。ロシア一国だけではドンバスの戦いに勝利することすらおぼつかないとなって、軍事同盟の発動を狙って軍事作戦ではなくもはや戦争だと宣言する理由というものもここにもまたプーチン大統領にはあるのです。以上3つの理由によりプーチン大統領は特別軍事作戦という呼び方を変えて戦争だと言い始める理由というものがあるんだよという話をしました。まず第一に総動員令をかけることによって兵士の頭数を揃える。そして第2が民間企業の動員であり、そして第3は
自分たちの国が攻撃をされているんだからといった形で CSTO 旧ソ連構成国の軍事同盟国に対して参戦を促す、その口実というわけです。ただしこれらというのは基本的にはプーチン大統領の望むような成果が出るかどうかというのは私はちょっと疑わしいと思っていて、旧ソ連構成国にしてみればそもそも攻め込んだのはロシア側であって、今更反撃でロシア本国が攻撃されたんだからさあ参戦しろと言われても納得できませんよというのが、おそらくはカザフスタンなどはそういうのではないかなと思います。ベラルーシのルカシェンコ大統領について言っても参戦できない理由として、ベラルーシ国内の国民感情として大統領に対する支持率はほとんどない状況ですから、さあ戦争だと言って駆り出されてもほとんどの国民はノーを突きつけ、そのためによって政変が起こるかもしれないこのあたりの不安定な状況がありますから、ルカシェンコ大統領としてもプーチン大統領の求める参戦に応じないのではないかなと私は思います。そういった意味では総動員令によって戦い慣れていない兵士が戦場に投入される危険性というのはあるし、またこれまでは民間企業として一般商品を作っていた会社が軍に優先的に物資を渡すための生産活動に従事させられる可能性などもあるわけですが、これなどもやっぱり長い目で見ればロシア経済それ自体を自ら傷つける行為であり、私は最終的には戦略的敗北をより決定づけるような行動だと私には思います。現在激しい戦闘状態になっているドンバス地方における戦いといったものはあくまでも一局面の出来事ですが、この一局面の戦闘を通してすらロシアは状況を改善することができず、より長期的に見れば有害な政策といったものを取ることによって自滅する道をどんどんと加速しているように私には見えます。プーチン大統領としてはドンバスの戦いを制して、その後はウクライナ南部黒海沿岸のオデッサ、モルドバへと攻め込むことなども考えているかもしれませんが、この壮大な野望というものが実現することはないのではないか。それまでに欧米各国からの提供された兵器や砲弾、武器といったものがウクライナ軍を強烈に後押ししてロシア軍を一層苦しめると思います。皆さんはこの話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。